伊勢崎長者町まで来てます。この辺りに新しいラーメン屋さんがあると視聴者さんに聞いたので、これから食べに行きたいと思います。この辺りはおとなしめな通りなのであまり来なかったんですけど、穴場のお店がありそうですね。弥生町2丁目の信号を渡ったらもうすぐです。ファミマの先にラーメン屋さんが見つかりました。横浜豚骨司に到着しました。LINE 登録でポイントが貯められるんですね。スープは醤油と塩と赤辛味噌ベースが分かれてます。ライスは終日食べ放題になってます。それでは入店したいと思います。辛味噌も捨てがたいですね。初めての来店なのでデフォルトの醤油でいきたいと思います。こちらのお店は好みで細麺が選べるようになってます。嬉しいですね。居抜きで改装したお店みたいですね。調味料はニンニクももちろんあって、あとごまもありました。黒丸790円です。店主さんに LINE 登録をするとメンマかほうれん草のトッピングがつけられると聞いたので、私はメンマを追加しました。ご飯注文しなかったんですが気になってきました。好みは麺を細麺にして、あと全部普通にしました。スープはクリーミーに見えますがどうでしょうか。スープをいただきたいと思います。スープは旨味が強くって美味しいですね。ただ猫舌の私にはちょうど良い温度でした。豚骨ラーメンの細麺は貴重なので嬉しいです。麺をいただきたいと思います。厨房を覗いたら丸山製麺の麺箱があったので、きっと丸山製麺なんでしょうね。LINE 登録してよかったです。メンマ大好きなので。ほうれん草のトッピングにしたらほうれん草がきっと増量になるんですね。ネギを絡めて麺をいただきたいと思います。ラーメンとネギはどうしてこんなに相性がいいのでしょうか。この海苔なんですけどかなりしっかりしていて食べ応えがありそうですね。
高級海苔が3枚も乗ってます。スープの感じがごまと合うような感じなんですよね。六角屋っぽい味なんですけど、もしかしたらそれよりも味わい深いかもしれません。麺も美味しいんですけど、スープがかなり美味しいんですよね。お楽しみのチャーシューをいただきたいと思います。柔らかくって味が染み込んでて美味しいです。チャーシュー麺にすればよかったかも。デフォルトで味玉が丸1個入ってるのって珍しいですよね。大盤振る舞いです。豚骨スープって最後まで飲み干せないんですけど、こちらの司さんのスープは最後の一滴まで飲み干してしまいました。ごちそうさまでした。この日は横浜のベイクウォーターに来てます。ベイクウォーターは3階ぐらいしか行ったことないんですけど、5階に今日は上がってきました。最近はコロナ明けなのか女子会が増えてきたので、少しだけ紹介したいと思います。ベイクウォーターにフレンチが入っているのを知らなかったんですけど、ランチだといろいろ出てきて、こちらは2000円のコースだったんですけど、スープとあと前菜とメインのこちらのハンバーグもついて、あと飲み物とデザートもつくので満足度が高かったです。この日のランチは石川町駅まで来てます。キャンディーに到着しました。こちらのお店は石川町駅の中でも名店らしいんですけど、来店したことがなかったので来てみました。こちらのランチは2022年ぐらいまでは2500円ぐらいだったらしいんですけど、インフレの影響なのか4500円ぐらいになってしまって、ちょっと高くなってしまったんですね。ランチはリニューアルしたみたいなんですけどね。こちらのお店はイタリアンなんですけど、なかなか自分では作れないような食材ですとか、ソースが手作りだったりするので、なかなか味わえない料理でした。4人で来たんですけど、パンも1個ずつだったんですね。こちらのピザも4人で分けました。ピザは2種類あったんですけど、こちらも4人で分けました。とっても美味しかったんですけど、やっぱりラーメンの方がコスパはいいですね。デザートは別腹でした。